おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日はコメント欄に書いてありました質問から1点取り上げたいと思います。廃置きの原因と廃置きの直し方、ならないようにするメンテナンス法があれば教えていただきたいです。廃置きっていうのは、ネックの元置きとか、ハイポジ置きとか、いろいろ言い方はありますけれど、ネックがあって、トラスロット調整でまっすぐにはするんですけれど、ナットから14フレットあたり、ナットからここまではまっすぐになってるんですけれど、ちょうどここを境にネックがこういう風に起き上がっちゃってる。逆への字型みたいになっちゃってる、ことを、ネックの元置きとか、ハイポジ置きっていう風に言います。最初にハイポジ置きを直すには、ネックアイロン修正っていう方法があります。ネックに熱をかけて、木の繊維を強制的に曲げる方法ですね。ご質問にあったならないようにするメンテナンス法があれば教えていただきたいですという。これはですね、ならないようにするメンテナンス方法はないです。例えばじゃあネックに負荷がかからないように弦をこう毎回緩めたらどうだろうとかっていうそういうね話にもなるかもしれませんが、前の動画で私がお伝えした通り、私はですね弦っていうのは全く緩めなくていいと思ってる考え方の人間なんですね。もしよろしければそちらの動画も参考していただきたいんですけれど、ハイポジ置きっていうのはなってしまうものはなってしまいますし、ならないものはならないっていう、悪く言えば当たり外れっていう言い方もありますけれど、サーとか、サドースキーも完全にまっすぐじゃないんですよ。わずかにこう傾斜をつけてるんですね。で、それで製造されてるんですね。ですから、例えばフレット交換とかの際に指板修正を行うっていう時も、私もですね、大体そうですね、14フレットとか13、14フレット以降、最終のこのエンドに至るまでほんのちょっと傾斜をつけてます。で、そうすることによって、仮にですけれど、今後またね、こういうふうにネックの元置きのような現象が起きてきたとしても、ある程度のそれを吸収する範囲が生まれるので、そういうふうな指板修正の仕方をしてます。で、廃置きの原因ですね。単純にここは止まってるじゃないですか、がっちりとネジで。セットネックとかでもそうですよね。ここの部分というのは接着されてますよね。ネックの形状も、この部分というのは真四角です。ネックのこの握りのこのシェイプの部分になるところで削れた状態になるので、強度が弱くなる部分なんですよ、ここっていうのは。なので、この部分で変化が起きやすいと。そういうことですね。で、次にですね、直し方。さっきアイロンで直しますって言いましたけれど、私の場合は、こういうクランプを自作しました。で、これ使い方はどういうものかというと、ヘッド側からでも、エンド側からでもいいんですけれど、こういう風にかまします。アイロンのヒーターはこれですね。これは、ステュマックだったかな LMI だったかどっちかちょっと忘れたんですけれど、こういうヒーターを使ってこういうクッションを使います。わかりますかね。これ中は図画工作用紙とかのちょっとした厚紙がありますよね。あれを3枚4枚とか重ねたものが中に入ってます。熱収縮チューブでこうやって、覆って作ってます。で、さらにこういう小物入れの袋みたいなやつですねのに入れて、それでこういう風にセットしてます。ちなみにですね、このクッションと言いますか、これは私が20歳そこそこ22、3とかそのぐらいの時に、ラムトリックカンパニーの武田さんからこの方法を教えてもらいました。その説はありがとうございました。こういう風に2箇所
セットして、でアイロンを当てますね。こんなような感じで使います。熱を加えるので、特にラッカーの塗装の場合は、ここの部分にこのクランプのコルクの跡とかがつきやすいんですね。クッキングシートみたいな、いわゆるワックスペーパー、テフロンコート、そういったものを1枚ここに挟んで、で、やるとあまり跡がつきにくいですね。もちろんついてしまう場合もあるので、その辺は了承をいただいた上で作業するんですけれど、適宜ここを締め付けていくとネックが逆反りの状態になりますので、それで熱を加えるっていう、そういう感じですね。ここの間に温度計を挟んで、計測した結果、熱はですね、だいたい120度から130度ぐらいの熱です。いきなりその熱をかけるんではなくて、あくまで私の場合ですよ。これリペアマンによって様々だと思うんですけれど、最初70度とか、ちょっと低めな温度で30分ぐらい熱をかけます。で、その後にさらに20分とか25分とか、そのぐらいの時間、今度は120から130度ぐらいの熱をかけます。かけ終わったら一晩放置ですね。ネックアイロン修正っていうのは、木の繊維を熱で強制的に曲げるっていうことなんですけれど、それと同時にこのネック材と指板材を接着している部分、要はつまり接着剤の部分ですね。接着剤を一度軟化させて、多少熱を加えると柔らかくなりますから、でそれでもう一回常温に戻った時にカチンと固まることによって反りを保持するという、そういう効果もあります。経験上、ハリーメイプルとかローズとネック材、指板材が存在するものの方が、アイロンの効きはいいです。で、ワンピースのメープルネックとか、そういうワンピースものは効きが弱いです。あと、ネックの元置きの時にかける方法、位置はこんな感じでかけたりしますね。この部分が変化すればいいので、こっち側の余計な部分までは熱がかからないようにしてます。これはですね、セットネックとか、そういうギターはこっち側にピックアップとかね、邪魔になるパーツがあってこういう風にかけられない時もあるんですけれど、その場合は全体をかけてしまいますが、ネックの元置きを直す場合のクランプをかける位置はもうここですね。ちょうどこの変化している部分のところでクランプをかけます。さっきのネックの順反りを直す方法もそうなんですけれど、このクランプをかけた時のその反り具合っていうのは少し逆反り気味にクランプをかけて力をかけて、それでアイロンします。でそうすると、クランプを緩めた時にどうしても若干元に戻ろうとする力が働くので、それでちょうどまっすぐになるんですね。で、あとは、このネックヒーターは、これだけの、寸法しかないので、ギターのネックとかには、使えるんですけれど、ベースとか、このアイロンだと、ネック全体をカバーすることができないんですね。その場合は、ラバーヒーターっていうものを、使ってます。こんなやつです。このラバーヒーターを、この中に入れて使いますね。はい。それで、最後に、レスポールとかの話をします。ちょっとこれをね、レスポールのネックだと思ってみてください。ボディの部分に、指板が乗っかってるじゃないですか。レスポールっていうのは。で、よくあるのは、さっき言ったみたいに、この部分でこういう風に変化が起きてるっていうのも実際あるんですけれど、それよりもボディに乗っかってるこの指板面のエリア、範囲が若干盛り上がってる。ネックの角度自体は全然問題ないんですよ。で、ところがこの指板がボディに接着されてるこのエリアだけ少し盛り上がってるっていうケースが結構な確率であります。
で、その場合は、そもそものこのネックの角度っていうのはもう適正なので、単純にもうフレットを抜いて、指板修正で物理的にここを平らにしていくしか方法がないです。はい、ということで、ハイポジ置きの原因、それからハイポジ置きの直し方。直し方はアイロン修正ですね。原因は、まあ、なるものはなる。ならないものはならない。ならないようにするメンテナンス方法、それはありません。なってしまうものはなってしまいます。ちょっと話が変わるんですけれど、よく皆さん、トラスロットを自分で回したりとか、もしくは楽器屋さんに、見てもらったりして、で、どうにもこうにも動かないとか、もしくは結構回してるんだけれど、まだまだ順反りのままだとか、そう思った時に、一足飛びに、もうトラスロット交換しなければもう修理できないんじゃないかっていうふうに思われる方って割と多いんですね。で、そう思い込んで、ご相談を受けるっていうケースも非常に多いんですよ。で、ところがですね、要はトラスロット交換っていうのは最終兵器であって、もう本当に最後の最後に何にも手立てがないっていう時にもう、じゃあトラスロット交換だねっていう最終手段なんですね。経験上多くはこの部分をレスポールとかの場合も同じなんですけれど、一旦ここを取ってあげるんですよ、完全に。で、そうすると、レスポールとかの場合は、六角ナットと、あとちょっと厚めのワッシャーみたいなのがありますよね。で、その部分を、ろうそく、ワックスを丁寧にこう塗ってあげたり、錆を落としてあげたりして、でもう一回改めて締め直すんですね。そうすると、大抵は、スムーズに回るようになります。で、こっち側も同じです。木が収縮してきて、あと錆もね、ここの部分、錆が浮いちゃってて、その錆のせいでこう、動きが結構硬くなってる場合っていうのは多いので、一旦抜いてあげて、この中にワックス、ろうそくをこう塗りたくってあげて、それでもう一度こうやって丁寧にこう締めていくと、割とすんなり回るようになったりもします。で、そういう方法を試して、まだ全然ネックがまっすぐにならないとか、そういう風な場合は、次にアイロン修正っていう方法ですね。で、そのアイロン修正を行っても、アイロン修正っていうのは、だいたい1割2割のものは全然こう効果がなかったりしますので、もしくは半年とか1年後にまた同じ状態に戻ってしまうっていうケースもありますから、アイロン修正を行ってもまだ全然まっすぐにならないっていう風なことになれば、もうその時はトラスロット交換になります。皆さんもう自分のネックはこんなにすごく反っちゃってて、トラスロット楽器屋さんで見てもらったんだけど全然回んないから、トラスロット交換しかもう方法がないやっていうふうにこう思い込んでね、ご相談に来られる方って結構多いんですけれど、ちょっと一呼吸置いて、信頼のおけるリペアマンさんとかに一度見てもらうと、割と全然、治りましたよっていうふうになることもあるかもしれないですね。はい。そんな感じでございます。ちなみに、アコギの場合も、ネックの元置きと似たというか、見え方が同じなんですけれど、アコギの場合は、これまた仕組みというか構造が違うので、また次回に説明したいと思います。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは。